原付のモンキーをヤフーオークションで落札してから1年と3ヶ月が経ちました。うすうすは感じていたものの、やはり1年近く乗らなくなって不動にしてしまいました。今思えば原付というものをよく知らずに手を出してしまったのも一つの理由だったのかもしれません。それでは原付とは一体何なのか、メリットデメリットを試験的にまとめてみました。よかったらご覧ください。それではまず原付とは何なのか、早速インターネットで調べてみました。原付の正式名称は原動機付き自転車。なんと二輪車ではなく自転車という表現が使われています。早速ウィキペディアで自転車のことを調べてみる。自転車は一般的には2つの車輪を前後に一直線に並べた構造を持ち、乗り手の力によって駆動し、かつ乗り手の操縦によって地上を走行する二輪車のこと。つまりそれに原動機が乗っかると自力で漕がなくてもよくなる原動機付き自転車になるわけです。まあ要するに自転車に毛が生えたようなものと表現しても良いのでしょうか。そう言っちゃうと差別的に聞こえるかもしれませんね。多分街中で見る原付のほとんどがスクーターだと思います。そのスクーターに乗るためにもいろいろなルールがあるんです。前置きが長くなりましたが、原付のメリットから紹介していきたいと思います。一つ目、法定費用が安い。税金は年に1回、軽自動車税というものを払う必要があります。金額は2000円と非常に安い。125cc 以上のバイクはさらに重量税が加わります。原付はそれも全く関係がない。さらに原付は車検もないので、年間2000円を払い続ければいつまでも乗れるということになります。ただし、その他に自賠責保険に加入しなければならない。金額はご覧の通り。先にまとめて払うと安くなるというシステム。その他に任意保険があります。原付の場合、今加入している自動車保険の特約に安く任意保険に入ることができるプランがあるみたいです。そして驚いたことに原付はなんとナンバーの交付費用が無料なんです。しかも面倒な陸運局に行く必要がなく、近くの市役所で交付してもらえます。その他原付免許取得にかかる費用もかなり安い。内訳はこちら。なんと1万円でお釣りが返ってきてしまうんですね。その他に必要なものといえば、バイクを走らせるためのガソリン代。原付は車重も軽く低燃費なバイクも多いので、それほどガソリン代を気にする必要もない。とにかく原付のメリットといえば、全てにおいてコスパがいい。これにつきます。原付の免許を持っていない人が原付に乗れるまで一体いくらかかってしまうのかシミュレーションしてみることにした。スクーターの中でもコスパのいいスズキのレッツ。なんと燃費はリッター66キロ。ボディカラーのラインナップはブルー、ベージュ、ブラック、ホワイトの4色。メーカー希望小売価格は税込みで17万1600円ととてもリーズナブル。このバイクにナンバー代、自賠責保険1年分、そして軽自動車税1年分の2000円を加え、ファミリーバイク特約の任意保険と原付の免許取得にかかる費用、原付講習受講料4500円、受験料1500円、免許交付手数料2050円を加え、このスクーターにガソリンを満タンにして全ての合計金額がこちら。原付の最大のメリットはコスパの良さである。ひひ。わあ、原付って値段も安くて今からでも始められそう。維持費も安くてセカンドバイクにもいいかもな。などと考える方も多いかもしれません。僕もその中の一人です。しかし世の中そんなに甘くはありません。ここからは残念ではありますが原付のデメリットを紹介していきたいと思います。その最大のデメリットは道路交通法による制約の壁。残念ながら原付には2つの大きな規制があります。その一つがこちら。制限速度が時速30キロ。は
はい、出ました。こちらが原付の大きな制約の一つ、時速30キロを超えてはならないというルールですね。皆さんはご存知でしたか？原付は時速30キロを超えて走ってはいけないんです。いやー、びっくりですね。時速30キロっていうのは実際に走ってみるとめちゃくちゃ遅いんです。逆に遅すぎて走っているととても不安になります。っていうか、道路を走っていても自分だけ異次元の速度で走っているととても怖いですよね。しかも最近ではスポーツ自転車も結構走っているので、30キロで走っていると簡単に抜かされます。これってめちゃくちゃ危ない状況だと思いませんか？だって道路交通法上では車道を走らなくてはいけない乗り物。そんなロードバイクが時速35キロ巡行されたらたまったもんじゃありませんよね。つまり今の法律では原付はとても肩身の狭い思いをすることになります。しかし現実で時速30キロで走っている原付を見たことはありますか？正直言うとあまり見たことがありません。だって普通に30キロ以上出ちゃうんだもの。不思議だと思うのは原付を製造しているメーカーも30キロ以上出せるようになっているんですよね。ほら、メーターも60キロまで表示されているし。だけど時速30キロ以上で走ってて警察に捕まってしまう可能性があるので注意が必要です。原付は時速30キロ以上の速度が出せるのに、何らかの圧力により速度を出すことができない。まるで尻尾を握られたサイヤ人のようである。続いてデメリット2つ目。原付は二段階右折をしなくてはならない。はい、出ました。またまためんどくさいルール。原付は3車線以上の道路、そして2段階右折の標識があるところ、このような場合は2段階右折をしなければいけません。2段階右折をするということは必ず信号待ちをしなくてはいけません。これが想像以上にめんどくさいし、やっているバイクを見たことがありません。とはいうものの、法定速度時速30キロの原付が右折のために道の真ん中でトロトロと走られた日には危なくて仕方がありません。ということでまとめてみると、原付は乗る目的が明確でないといずれ乗らなくなってしまう可能性があります。便利な乗り物ではありますが、制約がめちゃくちゃ厳しいため、ちょっとしたツーリングをしようとする気にもならない。走っていても爽快感がまるでない。達成感もない。道路を走っていても邪魔者扱いされるわ、免許を持っていても圧倒的なアウェー感が半端ない。原付の目的としてふさわしいのは、通勤や通学に使ったり近所のお買い物の道具として割り切って所有するバイクだと私個人的に思います。原付にもモンキーやスーパーカブのような乗っていて楽しいバイクはありますが、魔女の結界のような制約により原付はバイクを楽しむというより生活の道具として所有する方がいいのではないかと私個人的に思うのであった。